皆さんこんにちは。今日はノルマンディー上陸作戦で有名な地区を見学します。皆さんこんにちは。今日はバイユというノルマンディーの町にタピスリーを見に来ております。ところでタピスリーとは何でしょう。普通は絵画的な織物ですが、ここでは刺繍画になります。正直なところ刺繍画には全く興味がなかったんですけれども、この見学がフランス旅行で一番素晴らしいものになりました。チケットを買ったら11世紀の世界へ入ります。音声ガイドは日本語もあり、これが非常によくできていました。写真や動画の撮影は絶対にできません。古くて光に弱いので、こんな暗い部屋に保管されています。これは博物館で見ることができるタピスリーの写真ですけれども、ここで描かれているのはイギリス人の人だったら誰でも知っている歴史上の出来事だそうです。フランスのノルマンディーから来た人がイギリスの王様となるすごい出来事を記録しています。全部で58の場面があり、すべての場面をオーディオガイドが丁寧に説明してくれます。音声ガイドは例えば4番目では、当時は船着き場もなかったので靴を脱いで船に乗り込みましたとか、9番目ではここでスパイが話を盗み聞きしています。26番目では神様の手が空から出てきています。馬が歩いているのが走っている様子に変わったり、最後では下の方にたくさんの死体が出てきます。イギリスの王様ハロルド2世の目に矢が刺さって戦いは幕を閉じます。2階や3階の展示スペースではいろいろなものを見ることができます。この動画で使ったタペスリーのコピー品も展示してありますので、もう一度楽しむことができます。とても長いので反対側までぐるーっと回っています。ランチは22歳の地元のギャバンさんが2週間前にオープンしたばかりのレストランで、魚のフライやクロックムッスイをいただきました。とても美味しくいただきました。ありがとうございました。今アロマンシュという町に来ています。ここはノルマンディー上陸作戦の時に大きな港が築かれたところで、今でもその跡を見ることができるんです。ケーソンと呼ばれるたくさんのコンクリートの箱がイギリスから持ってこられて、浮き桟橋を持つマルベリー港という港があっという間に作られました。今でもそのコンクリートの塊を見ることができます。パリの空港で借りたレンタカーのナンバープレートがドイツのナンバープレートだったので、ちょっと入りにくかったんですが、しっかりと見学させていただきました。スティーブン・スピルバーグ監督でトム・ハンクス主演のプライベート・ライアンは、この米軍墓地のシーンで幕を開けます。
この墓地はこのオマハビーチを見下ろすところに作られています。ここはフランス政府からアメリカへ送られた土地なので、アメリカ政府によって管理されています。この辺りの浜辺に上陸した連合軍がヨーロッパ全土へと広がっていきました。ここには約9400人の犠牲者が眠っています。丘の上のドイツ軍からの激しい攻撃で1日に2000人以上もの死傷者を出したオマハビーチです。上陸の時の浜辺の海は血の色で真っ赤に染まっていたと言われています。自分たちに向かって飛んでくる弾に向かって進んでいった彼らの勇気をたたえる記念碑があります。連合軍の爆撃で美しい草原が凸凹になってしまったオック岬です。ドイツ軍が作ったたくさんのコンクリートの砲台があります。この上の展望台に行くと爆撃でできた穴がよくわかります。これが兵士たちが登ってきた約30メートルの崖です。今日の旅行は2023年にもなって今でも戦争の絶えない世界、人類は過去の戦争から何を学んできたのか、それとももうどうでもよくなったのか、非常に考えさせられる一日でした。今回もご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。See you next time. À la prochaine fois.